こんにちは、きつね森です。今日はですね、サウンドピーツのクリップ1というギアカフ型イヤホンを紹介したいと思います。ギアカフ型イヤホンというと、先日ポップクリップ2という同じくサウンドピーツのイヤーカフのイヤホンを紹介いたしました。商品としてはポップクリップ2の方が新しいんですけれども、上位モデルとして存在しているのがクリップ1の方です。それではどんな音の違いがあるのか、どんな差が出るのか、そういうところを見ながら今日はクリップ1のレビューをしていきたいと思います。それでは本日のクラ活スタートです。それではクリップ1の方を開封していきたいと思います。まずはビニールを開けていきます。よいしょ。こうペリペリと剥がして剥がれなかった。綺麗に剥がれなかった。よいしょ。もう剥がしまして箱を開けていきます。箱を開けていくと、はい、いつものサウンドピーツのようにこちらの蓋の裏にマニュアル類が入った、ケースが入っています。ユーザーガイドとサウンドピーツのアプリのダウンロードと、このいつもの、サウンドピーツのキャラクターですね。このキャラクターいつ頃からいるんでしょうかね。私が知っている限り最初の頃は結構いなかったんですけど、いつの間にかこのパンダいましたね。それはさておき、ケースの方を開けていきたいと思います。こちらサウンドピーツクリップ1のケースです。全体的にこうラメが入ったラメというか、金属感とラメが入ったキラキラしたボディになってますね。高級感のある、ボディになっています。で、ここに裏側にタイプ C ポートと、あとペアリングリセット用のボタンがついていますね。蓋を開けると、中はマット調になってるんですね。外はちょっとテカテカしてますが、中は、マット調になってます。で、クリップ1の、形状がこのような形状になってますね。ポップクリップ2の時はここがボタン式になってましたけれども、こちらはタッチ式のセンサーになってます。なるほど。ここのあれですね、音高っていうんですか、音を出す場所の形状はポップクリップ2ともそんなに差がありませんね。それではですね、エイジングも終わりましたので、このバイノーラルマイクと PC を接続して PC で録音をし、クリップ1とポップクリップ2の音を聞き比べしていただこうと思います。再生するのは iPhone を使っていつも通り視聴用に使っている曲を再生いたします。それでは聞き比べてください。心の中の声が叫ぶいけるさそう信じろ未来の灯火が僕らを照らすから負けないさ夢が消える限り限り
かがでしたでしょうか。結構な違いがあったと思うのですが、聞き比べできたでしょうか。個人的には、クリップ1の音の方が好きですね。傾向としては、クリップ1の方がまんべんなく音が出るっていうイメージですかね。あと音場が広いので、聞いていて頭の中で音がごちゃごちゃしない、音が広がりを感じて、ある程度の広がりを感じて聞けるっていう没入感といえばいいのですかね。そういうようなものがありました。で、その一方、ポップクリップ2は低音がやっぱり迫力があるので、クリップ1で物足りないと感じている人はポップクリップ2の方が非常に低音が迫力があって聞き応えがあったんではないかなと思います。この辺は好みの差になりますので、その辺はどちらが優劣っていうわけではないですが、音場に関してはポップクリップ2の方がちょっと狭くて頭の中でごちゃごちゃ音が鳴っているのがわかるなっていう感じになっているので、その辺はある程度値段相応みたいなものがあるのかなという気がします。次はですね、クリップ1にも、ポップクリップ2にも立体音響みたいな機能があります。クリップ1はドルビーオーディオ、ポップクリップ2は空間オーディオという名前で立体感のある音楽を楽しめるっていう、疑似機能があります。これを、両方交互にまた再生してみますので、どんな違いがあるかお聞きください。それでは視聴スタートです。心の中の声が叫ぶ、いけるさ、そう信じろ。未来の灯火が僕らを照らすから、負けないさ、夢が消える限り心の中の声が叫ぶ、いけるさ、そう信じろ。未来の灯火が僕らを照らすから、負けないさ、夢が消える限いかがでしたでしょうか。さすが、ドルビー認証を受けているドルビーオーディオ対応のクリップ1の方が臨場感はあったかなと思います。ポップクリップ2の空間オーディオは自分が音の中心になんか放り込まれたような、周囲がガチャガチャ音が鳴るような、そんなイメージになっちゃうんですけれども、ドルビーオーディオ対応のクリップ1であれば、どちらかというと前面に広がる前に広がる音の広がり方というか、そういうのを感じられるようになるので、立体感というか、そちらの方がリアルな、立体感を感じられる、そんな気がしますね。ただあくまで個人の感想なんですが、両方とも私はあまり合わないなっていうのが正直なところでした。こちらの、どちらもなんていうかわざとらしいんですよね。聞いていて自然に感じにくいところがあって、これだったらクリップ1のそのままの音の方が自然に音の広がりを感じられる、いい音が出てるなっていう気はしました。
次はですね、クリップ1とポップクリップ2両方をウォークマンと接続しまして、LDAC でのハイレゾ相当の音質の接続で音楽を聴いてみたいと思います。この聴き比べで、どれだけの差が出るかは分かりませんが、ハイレゾ風の、体験ができるといいかなとは思います。とはいえ、曲自体がハイレゾの曲じゃないので、その辺はご了承ください。それでは視聴スタートです。心の中の声が叫ぶいけるさそう信じろ未来の灯火が僕らを照らすから負けないさ夢が消える限り影心の中の声が叫ぶいけるさそう信じろ未来の灯火が僕らを照らすから負けないさ夢が消える限り影いかがでしたでしょうか。結果的には通常の差と変わらない、音質差っていうところですかね。そんなに大きな差は出てはないです。ただ、クリップ1の方が高音域の伸びがすごく良くなってるんですね。そこら辺の良さが、ハイレゾ相当の良さだなっていうところの感じはします。ポップクリップ2の方は、その辺はもともと足りないので、高音域やちょっともともとが物足りないので、そこら辺がカバーできていない感じはしますね。で、低音に関しては同じ、もともとの感想とそんなに大差ないなっていうのが、正直なところでした。ただいまサウンドピーツクリップ1でのマイクのテストをしております。しっかり聞こえているでしょうか？チェックしてみてください。ただいま騒音の中でクリップ1を使ってマイクをテストしております。カフェの騒音を想定した音楽をバックで流しています。どう聞こえるでしょうか？ただいま扇風機から風を受けながらマイクのテストをしております。強風の中、どんな風に聞こえるか、風切り音のマイクのテストをしているというような、過程として、マイクのテストをしております。どういう風に聞こえますでしょうか？サウンドピーツクリップ1でのマイクの収録を試してみました。どうでしたでしょうか？個人的には Bluetooth でのこういうイヤーカフ型のマイクにしては非常によく撮れてるんではないかなと思いました。声の質もそんなに大きくは変わらないで、聞こえてますし、聞き取りやすく、音声が収録されています。通話なんかにも非常に十分使えるレベルですね。聞いていて、あなた誰ってになるぐらいの声の変化はないので、通話だけでなく、オンライン会議みたいな時にも使えるようなマイク品質ではないかなと、そんな風に思いました。それではですね、今度はちょっとアプリの方を見ていきましょう。
アプリの方は、クリップ1の画像が表示されていて、ここに L と R の充電容量と、あとケースの充電容量が表示されていますね。次に、ドルビーオーディオをオンとオフにする設定があります。ドルビーオーディオってこれをオンにすると LDAC 接続ができなくなってしまいますので、その点はご注意ください。iPhone なのでちょっと LDAC のメニューがここにないのですけれども。で、マルチポイント接続、名前出てるな。後で消しとこう。マルチポイント情報を有効にするのと、現在のデバイス、この、クリップ1に登録されたデバイスの一覧が出てきますので、どれとどれを接続するかというのをこっちで、オンオフできるようになっているっていうのが便利ですよね。複数台使うけど、時と場合によってちょっと変えたい時とかに非常に便利です。イコライザー、お好みによって、プリセットをプリセットの中から選んでもいいですし、アダプティブイコライザーということで、自分の音楽、自分の耳に合わせたイコライザーを、自動設定してくれるモードもあって、あとは自分でカスタムすることができるようになっています。で、通知音ガイドですね。通知音は日本語にしとこう。で、装着検出。これ、標準はオフになってますが、要するに、耳からつけた外したを検出して、耳から外したら、音を一時停止する、再生を一時停止するとかいう、そういう検出のモードです。あとはダイナミックイコライザー。これはちょっとわからないですね。あとは排水機能。これは、あれですね、音によって中に水が入ってしまったときに、音によって水を外に出すっていう機能です。でも浸水させないようにするのが一番なので、この辺は最終手段だと思った方がいいかなと思いますね。ゲームモード、これは、低遅延を優先にする代わりに、通信品質の影響を受けやすくなるっていうモードです。なので通信状態が良ければ普通に使えるモードなんですけれども、通信品質が悪いと、音が飛んでしまったりする可能性が高いということですね。その他、イコライザーなんかがオフになるっていうこともありました。タッチ操作を無効にする。これはボタンではなくタッチ式の操作なので、タッチ操作を無効にすれば、イヤホンでの操作を受け付けなくなるので、動作が嫌だなっていう人はオンにしておくと便利かと思います。あと、サウンドピーツの中の機能として、イヤホンを探すって機能があります。これをちょっとお見せすると、私が今どこにいるとか見バレしてしまうので、やりませんが、最後にどこで、サウンドピーツを使ったか、っていうところが検出できるので、あれどこかに置き忘れたなっていう時に、見つけるのに便利になります。例えば会社に置いてきたとか学校に忘れてきたっていうのであれが分かれば安心じゃないですか。どこかに落としてきたっていうのではなくて、そもそもまだ学校に置き忘れてるとか、家に置き忘れてただけだったとか、そういうことであれば何も問題はないので、そういう時に便利な安心な機能かなと思いますね。クリップ1のアプリ説明としてはだいたいそんなところです。はい、ここまでサウンドピースクリップ1のレビューを一通りしてきました。このサウンドピースクリップ1もしくはポップクリップ2との比較いかがでしたでしょうか。どちらの方が好みでしたでしょうか。もしこちらの方が好みだったなっていうのがあったら、ぜひコメントに残してくださると嬉しいです。個人的な話としては、やっぱりクリップ1の方が好きだったかなというところはあります。私自身がちょっとね、高音域の綺麗さを求めるっていうところが好みとしてあるので、低音域としては十分ではないんですよね。もうちょっとだけ低音は欲しかったなってところはあるんですけど、高音域の再現性は非常に良かったので、個人的にはクリップ1の方が、好みだったということにはなりますね。皆さんも選ぶときはクリップ1の方が
高いは高いのですけれども、セールなどを狙うとほとんどの差が出なくなるというか、数千もしないですね。差があまりないので、ぜひ、音が気に入った方を、購入して、使ってみてください。どちらも装着感は非常に良くて、耳にスポッと入る感じで、激しく動いても外れそうにないぐらいにはぴったりはまりますから、運動の時に使うのもぜひおすすめです。周りの音も聞こえますからね、ジョギングしながらでも安全に音楽を楽しむことができます。もちろん爆音で周りの音が聞こえなくなるようでは元も子もないんですけれどもね。それではこの動画が面白かった、役に立ったと思ったら高評価ボタンとチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。それでは今日のクラ活はここまで。次のクラ活でお会いしましょう。きつねまるでした。